はい、こんにちは皆さん。第2週ですね、味覚センサーの特性と活用事例で、その1回目、全体では第6回目ですね、味覚センサーを用いた食品開発に関してご説明します。はい、これまさしく味パターンですね。8チャンネルの、幕の電圧出力ですけども、まずですね、味の合成をしようと思いました。これは何の味かと言いますと、これはスポーツ飲料、実はこれ市販のスポーツ飲料ですね。みんなが飲んでるスポーツ飲料の味パターンです。でこれをですね、酸味塩酸、それから塩味が NaCl、それから甘み諸糖、それから甘みがキニーネ、これ砂糖ですね。それでこの4種類で 4×4×4×4 で計256通りの味溶液を作ったんですね。味溶液を作って味覚センサー測ったで、結果的にこの256通りの味データから、これはデジタルデータなもんだからデータの間が保管できますよね。したがって計1万通りの味溶液パターンをパソコン上で作ったんですね。で作って、このスポーツ飲料の味パターンに一番近いものはどれかということをやったんですね。そうしますと結果が、重ねますよ。これまさしくその合成味溶液は2ミリモラーの塩酸、50ミリモラーの食塩と0.2ミリモラーキニーネ、それから100ミリモラーの諸糖ですね。ということなんですね。で実際にこれこの実験実はもう、今からもう20年以上前にやった実験なんですけどね、私自ら飲んでみたわけです。合成味溶液、驚くべきことに市販のスポーツ飲料と同じ味がします。まさしく味覚センサーで同じ味が作れるんですね。でも不思議ですよね。何が？この市販のねスポーツ飲料にこのキニーネが入ってるわけないんです。キニーネってこれ実はこれマラリアの薬ですよね、もともとね。つまりは良薬口逃がしと言いますけども、薬っていうのは健常人にとっては場合によっては毒ですよね。だって健常人が健康な人は風邪薬なんか飲まないでしょ。むしろ飲んだらよくないですよね。だから市販のこのスポーツ飲料にこういったそのキニーネみたいな薬物が入ってるはずがない。でも同じ味が作れるんですね。さて味って何でしょう。私ふわっと言うとテイスト、味って何でしょうね。この結果は何を意味してるんでしょう。答え、味はバーチャルです。つまり味覚センサーがある今はまさしく任意の食品を測って、その味を5つに分解して、味には基本的に5つの味があるから分解して時間と空間を超えてそれを伝送すれば同じ味が作れるってことです。で同じ世界が実は視覚にあります。視覚って目ですよ、目。明度、彩度、色合いですね。これマンセルのね色相環、色立体ですね。カラーホイールですね。それでここに白がありますね。この白は何かというと、ここでクリックすると分かりますね。これ白は僕らが普段作っている白というのは赤と緑と RGB ですね。 RGB のセットでもってできている。この液晶パネルもいろんな色、この三原色があって三原色を合成することによっていろんな色を再現できてるんですね。ということで、実は視覚の世界では3つの三原色があるから、3つの要素があるから、それを分解して合成できる。同じように実は味覚の世界も味覚センサーの登場でまさしく味の合成ができるようになったということです。ちょっとここでねそれを考えてみましょうね。一つ、江戸時代の人とか平安時代の人がねテレビがあったとしましょうね。でそのテレビに何というか人が映っておいて芸能人が映っていたりすると、その人たちはどうしますかね。きっとねブラウン管をぶち破ってみたら裏側にきっと回ったりするでしょうね。だからそこにきっと何というか、そこに小人が住んでると思うんです。だからそこに映ってるのもまた声がしてる。でね、まさか現代人でそんなことする人いないでしょ。いくら好きな芸能人がでもねテレビに映っとってね大好きだからそこにね抱きつく人はいないはずですよ。言ったら絶対おかしい。なんでしないか。そこに映ってる画面がバーチャルって僕ら知ってるからですよ。じゃあ味はどうかですね。味がバーチャルって知ってました？知ってなかったはずです。それは味覚センサーができて初めて味がバーチャルということを実証したし、それが可能になったということですね。ということで今からちょっとこの味のバーチャルを利用した実際の活用例ですね。これはなんというか行列ができる有名なラーメン店のスープですね。要するにこれが目標の味ですね。目標の味。それに対して味パターンですよ。
まあちょっとパパパパって作ってみたいわけですね。それはこのグリーン、これブルーですね。これブルーね。はい。このブルーのねスープを飲むんです。飲んだらね、なんとなく違う。なんかまずいと普通の人は思うんで。でもどうしてどこが違うか分かんない。そう有名なラーメン店のスープとどこが違うか人間は分かんないんです。だって皆さんね、自分のことを思いましょう。コーヒー飲んでね食事してねいちいちこれをね酸っぱいとか甘いとか苦いとか甘いとかそんなのになんか分解しますか？なんか数値化しますか？普通しない。してまたできないんですよ人間はなかなかそれはね。いくら5つの味があると言ってもできない。で味覚センサーはできるんです。原因ほらうまみに起因する、ね、コクが少ないことが分かったんですね。はい。もちろん雑味も少ない。隠し味も少ないということが分かるんですね。ということで原因が分かれば職人さんが持ってそのなんだ原材料とかもしくは調理方法を変更して目的のこの赤ですね味パターンを作ることができる。この味覚センサーの結果を使ってはいできた結果これ緑です。これそっくりでしょ。ほらそっくりそっくり。ということでもうこれは早速実用化されてもう市場に出ました。非常に簡単に味覚センサーでもって目的の味を作ることができるわけでございます。もう一つの例、はい、日本航空 JAL のコーヒーは味覚センサーが作ったコーヒーです。味覚センサーでとも言いたくない。味覚センサーが作ったコーヒーです。ですね、コーヒーというのは本当にその年もしくはその月のね出来不出来激しいんですよ。したがってこの下の敏感な頭を鍛えたブレンダーというその方がいろんな豆を合わせて目的のコーヒーを目的の酸味がどれだけ苦味がどれだけって目的の味を作ってるんですね。本当に人間が試行錯誤で。でそれはなかなか非能率的ですよね。味覚センサーを使うと最適化計算ができる。目的の味パターンがあります。いいですか？目的の味パターンがある。そして測ってこの味パターンの最適化計算をしてこの重ね合わせをして目的の味を作る。結果的にはこれだけ8種類7種類を組み合わせていたのがたった3種類の組み合わせで目的の味が作れるようになってます。しかもアンダーザコンディションオブローコスト意味が何かというと豆によっては値段が安い高いがある。値段が安い豆を使って同じ味を再現することができるということ。今こんな時代にも来てるということがお分かりいただく。ぜひ JAL のコーヒーですねもしも JAL に乗られたらこのコーヒーをですねお飲みになってください。はい、もう今やこんな時代であちこちで味覚センサーはもう使われているわけでございます。はい。で音楽ですね私たち200年300年前のなんていうかバッハとかベートーベンの曲をですね再現したりもしくは実際にですね聴くこともできますよね。それは楽譜ミュージカルスコアというものがあるからですね。音階があってね楽譜味はい食譜ですね。食品の食の譜面と言います。食の譜面フードスコア食の譜面です。食の譜面というものつまりこれは味覚センサーでいうところのデジタルデータですね。パソコン上に入った食のデータ現時点では将来的には、匂いとかテクスチャーですねも含めたようなそういった食に関するデータを全部コンピューター上に入れてそれなの食譜と言いたい。食譜があれば今のお袋の味もしくは秘伝の味伝統の味を将来につなぐこともできるし地球の裏側のアルゼンチンにでもですね地球の裏側日本から言うとですよそれが伝送することができる。まさしく時間と空間を超えて食を僕らはエンジョイできる世界にいるということがお分かりいただけると思います。はい、今日はここまで。